冷凍 OK 日誌です。今回はですね、下味冷凍について、説明をしたいと思います。今下味冷凍というのがすごく流行ってまして、いろんな方がいろんなやり方でやっています。で下味冷凍ってまず何かと言いますと、食材を、そのまま冷凍するのではなくて、食材を、調味料を使って下味をつけてから冷凍するという、やり方ですね。それが下味冷凍と言います。でこれは今作り置きとか、時短レシピとか、そういった意味合いで、あらかじめ下味をつけてから冷凍することで、解凍してすぐに調理に使えると、そういったところで非常に注目されてて活用されているというところですね。で実際、詳しく説明をしますと、実は冷凍する上で下味をつけるって実はすごくメリットがあるんですね。で下味をつけてから冷凍することのメリットをご紹介しますと、まず1つ目は、これが一番実は大きいんですけども、下味、つまり調味料を食材の表面にコーティングをしてから冷凍することで、その調味料が実はバリアの役割をしてくれます。実を言うと冷凍する時に大事なのは、できるだけ空気と遮断をして乾燥を防止するってことがすごく大事なんですね。でそれが、下味、つまり調味料をコーティングすることで、凍った時に調味料がバリアの役割をしてくれるんですね。だから非常にこの乾燥対策になるというところがすごくいい点ですね。で2つ目のメリットは、下味をつけて冷凍することで実は味が染み込みやすくなるんですね。正確に言うと、下味をつけて、冷凍庫に入れた時で凍りながら、下味がどんどんついていくんですね。でさらに解凍している時ですね、解凍している時にも、調味料が染み込んでいくと、いうところで特にその調味料を漬け込む時間が不要になるというところが、いい点ですね。であとは下味をつけて冷凍することでパサつかず、しっとり仕上げるということもできます。例えばお肉なんかを、そのまま冷凍してしまうと、どうしても表面の乾燥であったりで解凍した時に、ドリップと呼ばれる水分がとかうまみが含まれたものがやはり流れ出てしまう恐れがあるんですけども、そうすると、お肉の場合冷凍して解凍したお肉がどうしてもパサついたり、してしまうことがあるんですけども、それが調味料を使うことで、しっとりと仕上げることができるっていう点がすごくいい点ですね。であとはもちろん下味をつけてから冷凍することで時短になると、すぐに解凍して焼くだけでもう料理が完成する。あとは例えば他の食材を加えることで、アレンジもしやすくなるというところも非常にいい点ですね。で下味冷凍に使う調味料なんですが、実はそれぞれ役割があるんですね。でまず1つ目は糖分ですね。これ実は糖分があることで保水作用があるんですね。なので解凍した時にもしっかり水分を含んだみずみずしい状態で、パサつかず、美味しく食べれるという効果があります。で糖分なのでもちろん砂糖でもいいんですが漬け込みやすさを考えるとみりんであったり、蜂蜜であったり、そういったものを使うといいですね。であともう一つは、油分ですね。で油分を使うことで、保油効果がありますので、これもやはり表面の乾燥を防いだり、しっとり仕上げるという効果があります。で油でおすすめなのは、オリーブオイルとあと米油もおすすめですね。でこういったものを使うと食材の良さを生かしながらも表面をコーティングして乾燥せず、そしてしっとり仕上げることができます。あとは塩分ですね。で塩分を使うことで食材を
ぎゅっと引き締めてうまみを増すという効果があります。でそうしてから冷凍した方が冷凍時の解凍した後もうまみがぎゅっとしまして、でさらに繊維が引き締まることで解凍時のダメージ、食感の悪さっていうのを改善することもできる。でこれは塩とか、醤油とか、そういったものが、当たります。でそういった調味料を、組み合わせていただくのもいいんですが下味冷凍におすすめの調味料っていうのがあるんですね。例えば焼肉のタレですね。こちら油分もありまして、でしかも糖分もあるというところで切ったお肉なんかを焼肉のタレをかけて、でそれだけでも下味冷凍完成します。あとは解凍して炒めて、野菜なんか加えてもいいんですけども、そういった使い勝手がとてもいいのでおすすめです。あともう一つおすすめの調味料は、すし酢ですね。でこちらもやはり糖分が入っておりますので、特に野菜なんかを、すし酢で、下味をつけていただいて、で冷凍すると、野菜も美味しい酢漬けで冷凍できますということですね。で今回は焼肉のタレを使った、豚バラ肉の下味冷凍を実際に工程を見せながらご説明したいと思います。どうぞご覧ください。この動画を気に入っていただいた方は、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。